こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は心の不調、心の疲れに鉄がとっても大切なんですというお話をしたいと思います。気分の落ち込みや鬱っぽいとか、心が疲れる、パニックを起こす、そういういろいろな心の不調ってありますよね。なんとそんな不調には鉄が大きく関係しているそうなんですよ。この動画では心の疲れと鉄がどのような関係なのか、そして日頃から鉄不足にならないための上手な取り方のポイントなどをお話ししてまいります。最後に効率の良い取り方レシピもご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。心の疲れと鉄がどのように関係しているのかをお話ししたいと思います。まず3つの神経伝達物質、皆さんもご存知かと思いますが、セロトニン、これは心の安定に必要なものです。別名ハッピーホルモンとも言われています。そして2つ目、ノルアドレナリン、これはやる気を起こさせるものです。そして3つ目、ドーパミン、これは幸福感を感じるものです。この3つの神経伝達物質を作る酵素と鉄が関係しているということなんですね。なので鉄不足になってしまうと、これらの3つの神経伝達物質が作れなくなることで心の不調が起きるのではないかと言われています。心の不調ばかりではなく、不眠になったり睡眠の質が悪くなったりするという弊害もありますので、鉄不足って単なる貧血だけの話ではないですよね。心にも体にも大きな影響がある栄養素なんですね。私は特に貧血はないから大丈夫と思っている方もいらっしゃると思いますが、実はこの鉄不足というのは健康診断とかの血液のデータだけではわからないで見逃してしまっていることが多いそうなんですね。例えば一般的なヘモグロビンが少ないと言われる鉄欠乏性貧血と言われるものがあるんですけれども、今回のお話はその貧血とはちょっと違って、さらに体内に貯金をしておく鉄というものがあるんですね。それは貯蔵鉄と言われているフェリチンというものが不足してしまうと、潜在性の鉄欠乏症といって様々な心の不調が起きてくるそうです。意外と隠れ貧血と言われる方が多いということが懸念されているそうなんですね。そこで今回は日頃貧血の症状がない方も少し目を向けていただきたい鉄分について、効率のいい取り方や食べ合わせについてお話をしたいと思います。鉄というのは鉄分が多い食品だけを取ればいいということではないんですね。鉄というのは体内で吸収しづらいミネラルで、食べ合わせをするのがとても効果的です。鉄の吸収を良くしてくれるのはビタミン C やクエン酸、これらはキレート効果といってミネラル全般に吸収を良くしてくれる働きがあるんですね。そしてタンパク質と一緒に摂ることもポイントです。一方、吸収を阻害してしまうものがあります。それはリンを含む食品です。リンというのは加工食品全般に多く含まれていますので、日頃加工食品が多いという方は少し控えていただくといいと思います。それからタンニンも摂りすぎると鉄の吸収を妨げてしまいますので、渋いお茶とか赤ワインなどにも含まれているタンニン、摂りすぎないように気をつけてください。他にも鉄の吸収を妨げる要因っていろいろあるんですけれども、まずは加工食品を減らしてみることから意識されるといいと思います。鉄分が一番多く含まれている食品はレバーなんですけれども、苦手な方もいらっしゃると思いますので、その他赤身のお肉なんかにも多く含まれているんですね。特に牛肉の赤身には多く含まれています。それからアサリやシジミ、カキなど貝類にも多いです。ほうれん草や小松菜、モロヘイヤなんかにも含まれていたりします。植物性のものよりは動物性から取る方が吸収はいいんですけれども、取り合わせを工夫すると幅広く鉄を吸収することができます。ぜひ鉄を取るときにはこの3つ意識してみてください。
鉄分を上手に摂るためのレシピをご紹介します。材料はほうれん草とあさりとレモンになります。あとはご家庭にある調味料だけです。で、まずほうれん草。こちらも鉄分の多いお野菜代表です。あさりも鉄分の多い食材です。そしてキレート効果を狙うレモンです。で、先ほどビタミン C もキレート効果というお話ししましたけれども、ほうれん草にもねビタミン C 含まれているんですが、ほうれん草はアクを抜くためにね下茹でをしますので、ちょっとビタミン C の流出なんかも考えられますのでね、このようにレモンとかお酢などのプラスアルファで鉄分の吸収を助けてあげるといいと思います。そしてこちらアサリなんですけれども、これね冷凍アサリなんですよ。私ねいつも冷凍アサリをストックしておくんですね。そうするとね、炒め物とかチャーハンとかパスタとかね、ちょこっと使いたい時に使いたい量だけ出せるので、とっても重宝します。鉄分をね、まめに摂るにもアサリを常備しておくといいと思います。よく洗いましたほうれん草を下茹でしていきます。シュウ酸というのはカルシウムとくっついて結石の原因になったりするんですね。ほうれん草のアク抜きというのはシュウ酸のことなんですけれども、シュウ酸はお水に溶けやすいのでね、このように下茹でをしてあげるといいと思います。で、今日はねこの後炒めていきますので、茹で方は少し固めにしておきますね。で、さらにねお水で5分ぐらいつけておきます。粗熱を取る意味でもアク抜きの意味でもお水に少しつけておきます。このまま 2,3 分つけたらしっかりと水気を絞っていきます。ほうれん草のこの茎の部分も食べられるんですけれども、もし気になる場合はね少し削ぎ落とすようにしてください。食べやすい大きさにカットしていきます。準備は以上です。オリーブオイルであさりを炒めています。冷凍のまま入れてしまって大丈夫です。自然に解凍されてきますので、あさりをさっと炒めておきます。そこに水気をしっかり切ったほうれん草が入ります。もう下茹でしてありますのでね、煮汁がこう絡んでくれば、そしてほぐれればいいぐらいの感じですね。もう本当に簡単にさーっと混ぜ合わせて、醤油とレモンで味をつけていきます。今回オリーブオイル使ってますけれども、他の油でも結構です。はい、お醤油お好みで加えてください。そしてレモン汁です。レモン汁もねお好みで結構です。私は結構ねレモンが効いてるのが好きなので、キュッとねしっかりと絞ってレモンを効かせていきたいと思います。レモンのね果汁の量にもよりますけれども、今くし切りにしたレモン4分の1個分ぐらいね入りました。はい、これでさっと混ぜれば完成です。あさりの旨味がたっぷりと煮汁に出ています。ほうれん草とあさりのレモン炒め完成です。ほうれん草とあさりのレモン炒めをちょっといただいてみたいと思います。レモン醤油なのでね炒め物なんですけど、結構さっぱりと仕上がってると思います。調味料はオリーブオイル、そしてレモン醤油という本当にシンプルな味付けなんですけれども、あさりからの旨味が最高の調味料になっています。ほうれん草というとベーコンとかソーセージなんかと一緒に炒めることあると思うんですけれども、鉄分を取りたいんであればそれらの加工肉にはリンが多く含まれているので、あまり効果的ではないんですね。なのでもし鉄を取りたいというところで行くんであれば、ぜひアサリを使ってみてください。今回は心の不調と鉄の関係をお話しいたしました。特別自覚症状がないと意識することがないかもしれませんが、特に女性には隠れ貧血が多いそうです。なんとなく心の不調を感じるというのは、もしかしたら鉄不足が原因かもしれません。ぜひ効果的な方法で鉄の摂取を心がけてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。